これがこれですよね。はい、2番目ですね。このチャコールにします。このパンツ。はい。ちょっと昭和レトロな感じの、でもすごいいいですよ。はーい。いつでもお酒だけは切らせへんとあるから。帰りました。では乾杯。乾杯。夏に6月の頭に与論島に行ってるんですよね。お昼から焼酎飲みながらやってるんです。うん、少し形変わってるんです。はい、ちょっとね、今日の写真で一フードになった。番。はい。このチャコールにします。このパンツ。はい。チャコールですね。微妙っすね。でもこの色もね、グレージュ。グレージュ、はい。これグレージュにします。はい。レッド。82レッド。はい。はい。無地は4色。はい。チェックは、はい。この濃い方2つでいきます。ブラウン系とネイビー系。はい。この子。はい。前の分ね。こっちです。こうですね。色見本がこうあるんですけど、どれがいいかみたいなね。それで選んでいきます。シーズンが秋冬で2回で春夏で2回です。新しい素材は意識して入れていくようにしてますしね。例えばこの面でもちょっとですよね。また今までと違うみたいな感じで。こう入れる時にこれが新しい色やなとうまく入れたりとかね。で同じこの商品持ってる方にも新しい色ですよっていうことでおすすめするみたいな。今カジュアル化が進んでますので、もうどこにでも行けるような、どっちかで私はルーズなこういうね、サルエルって股上深い分、体型年齢ともちょっと変わってきますから、やっぱりねそういうところでなんかそういうサルエルとかいいですよ。夏に6月の頭に与論島に行ってるんですよ、2泊3日で友達と。それももう20年バナナボート乗ったりちょっと挑戦したりとかね。ビキニを着る。そうそう、100歳までそうなんですよ。ヨロンはもう本当いいですよ。ビーチでタラタラしながらお昼から焼酎飲みながらやってるんです。改めておいくつ72です。今年の12月で次73ですね。だからタングがもうなくなったら私やる意味はないので、タングと共に歩んできたので、それはあります。だから30年になるんですけどね。で私はもうメーカー探してる時にたまたまでちょっといいんじゃないっていうところでそこに入って、そこからのお付き合いですね。そうです。カジュアルとエレガンスの融合というところで、カジュアルにならなくてちょっとエレガント見ながら、でエレガントにちょっときれいめのお出かけ着じゃなくって普段使いできるスタイリングっていうのを提案ですね。経歴をお伺いしてもいいですか？はい。積水化学という上場会社ですね。そこに入る時に役員秘書やりまして、で、その間にも絶対アメリカ行こう思ってお金貯めて、で行って1年半ですね。ロサンゼルスで一応大学の寮に入って語学の勉強みたいな感じでやって、であとつてを頼ってホームステイで13週ぐらい旅行したんですよ。ところが日本という国はあんまり知らなさすぎて、ちょうどカンザスの真ん中のマクファーソンという町に行ったんですよ。日本人が初めてみたいな感じで、ほんなら子供たちに日本を教えてくれみたいな感じで、でもその時に私は日本という国を全く知らないで偉そうにしてたなと。やっぱり日本に帰って社会復帰しようと、ちょっとやっぱりそれはすごい思ったんです。やっぱり服が好きやったんですよね、単純に。それとだから販売職ですから土日休みじゃないじゃないですか。でそういうところで夜も遅い、ほんでそこから飲みに行けるとかね、だからだからもうそう動機ごって不純なんですよ。その入社時点でもう年いってましたからね。だから27ですから。で41で辞め、そうですね、13年何ヶ月です。たまたま一スタッフから店長になって最初エリアマネージャーになったんですけどね。やっぱりノルマ達成は絶対しますわ、予算とかそういうワールドの中では坪効率ナンバーワンとかね。やっぱ楽しかった、そういうふうにやることなんかよく分からんですけど。でもなんかね、やっぱりもう年齢っていうのはあんまり関係ないというか、やっぱ気持ちは全然変わってないですよ、若い時と。でたまたま実年齢をこう言ってるからとびっくり思いますけど、できないことも増えてきてますし、でもなんか逆に年齢いって学ぶことも多いなみたいな、まだまだやなと。だからお客さん全部みんな若いので、どっちかと言ったら
で50代半ば過ぎとかで次定年迎える。で次の時にやっぱり今の頃はやっぱ働きたい。もう50代だ若くはないかもしれないですけど、やっぱりみんなそれで悩んで、でも先に進もうとしてるんやなって時に、私もやっぱりまだまだやなみたいなね。みんなは言ってくれるのが「お父さんずっと店やっててくださいね」って「私頑張るよ」って去年エアコンも買い替えたし床も張り替えたからあと20年は頑張らなくっちゃ90までそうそうそうフリーズ使いがここで白もあるんですよ。いやいや今とね変わらず、はい、年齢だけは言ってるみたいな。いやいや接客楽しい接客はなはるんやろなというふうな目で見てますけどね。はい、どうもすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。こだわりポイントはどこなんですか？1ぐらい。いつでもお酒だけは切らせへんとあるから。この上とかもたまたま姪っ子がお誕生日とかなんで、ほんで飲む時私インテリアじゃないけれど結構こういうの好きなんですよ。これがちょっと人気商品でしてね、インバウンドに語れますよ。服を語れるとこれはこの子はこんなんでみたいなね。そうそうでその人のそのこだわりを分かっているからそれはちょっと違うんじゃないとかそういうところでそれと同じものでは進めていかない。だって飽きますよ、そんな同じの持ってるって言われるから。だから買ってもらったら全部書いてました。カルテも全部お客さんのいらないって言っても住所とかでこの手作りに送ったりとかね、この中のこれがおすすめですよとか手書きで必ず住所も手書きです。それだけは自分で心を込めてみたいなねちょっとあるんですよ。だから35の時に私自分の人生を考えに与那国って知ってます？沖縄本島の石垣のまだ最西端で晴れていたら50キロ先が台湾が見えるんですよ。で沖縄が結構好きはそこに自分探しのために35で行ってやっぱり結論としては自分は一生仕事しようと。何するか分かんないですよ。だって40歳でもうアパレル定年って言われていたから。アパレルってやっぱり感性の部分やからほんでアパレル40歳やからって時にどうしようって時に結局そういう話がやっぱりいろいろ来るんですよね。お願いしますとか。ほんならやっぱりこっち側でやろうかなみたいな。この店というので自由になんか凝り固まってすごい多いんですよ。私はこれしか似合わないじゃなくてもうちょっとチャレンジ違う自分を見つけてほしいみたいなその手助けになるんやったらいいかなみたいな。やっぱりその服というのは私その人の人間性が着るものに現れると思ってる。だからなんかそういうのしてこんな方がもっと似合うんじゃないっていうのその人の人間性を思うからたかが服されど服私これもよく言うんですよ。たかが服されど服です。